それでははじめに学級裁判の簡単な説明をさせていただきます。学級裁判では誰が犯人であるかを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。見事正しい黒を指摘することができれば黒だけがお仕置きとなりますが、もし間違った人物を黒にしてしまった場合には黒以外の全員がお仕置きされ、生き残った黒はこの解放学園から卒業する卒業権を手に入れることができます。それと投票は必ず誰かに投票するように。投票しない人にもお仕置きしちゃうからね。それではお待ちかねの学級裁判の始まりです。始まりましたけど、そんなのさっきそこのドラコーが言ってたんだからわかるでしょ。あなたの耳腐ってるんじゃないの？もういきなり突っかかってる場合じゃないでしょ。協力しないと犯人なんか見つけられないよ。その通りです。まずは冷静な話し合いをするための気持ち作りから始めてはいかがでしょうか。そんなゆったりしてる暇あんの？さっさと犯人見つけて帰ろうぜ。ちゃっちゃと見つかるなら苦労なんてしないがな。モノドラが私たちに学級裁判をさせるために殺したなんてことはないのかい？ちっけえな。僕はそんなことしないよ。だって絶対的に安全な高所から見てる方が楽しいもん。わざわざ下界に降りて手を下したりなんかしないよ。うわー、ほんと悪趣味。モノドラの野郎がやったんじゃねえってことは、犯人は俺らの中にいるってことな。やだよー。早く自首した方がいいよ。そうしてくれたらありがたいが、しねえだろうな。そうだよ。学級裁判が開かれた以上、犯人はこのまま逃げ切って外に出るつもりでいると思う。私たちの命と引き換えにね。嫌よ。結びはまだ死にたくないわよ。でも死んだらあの子たちと一緒の存在になれるのかしら。いいわけないでしょ。さっさと学級裁判を始めましょうよ。何よ。睨まなくてもいいじゃない。でも私裁判なんかやったことないんだけど、どうやってやるの？そこにそういうところに行ってそうな人がいるじゃん。ミスヒムロ、あまり見つめられると照れるぜ。アンダーグラウンドの住人は深海で泳ぎ続けられるからアンダーグラウンドなんです。釣り上げられちまった時点でアンダーグラウンドを語る資格はなくなってしまうぜ。一体どんな世界で生き抜いてきたの？そうだね。裁判とは言っても僕らは検事や弁護士ではないからね。とりあえず話し合いをすることに重点を置いてさ、あとは順番に状況の整理をしていけばいいと思うよ。そうすればおのずと真実は向こうから歩み寄ってくれるはずさ。そうですね。一番初めに話すことといえば、なぜサイサイが死んでしまったかですかね。それは六道ちゃんのことでいいのかい？死因からですか？もう少し進んだところから話してもいいのでは？いや、みんなが同じ情報を共有できているか確認をするのもありだよ。こうした確認の作業中に犯人だけしか知り得ないような情報がこぼれてなんて展開もあるしね。ドラマとかでよくあるやつだな。まあ事件のおさらいも兼ねてそっからやるのもいいかもな。そうですね。一理あります。それじゃあみんなで六道くんの死因から振り返ってみようか。
六道さんの遺体には首を絞められた痕跡が残っていましたよね。モノドラファイルにもそう書いてあったよな。犯行時刻は深夜だったよね。でも六道ちゃんはなんで深夜に男子更衣室で殺されたんだい？急に体を動かしたくなって言ったらとかじゃないの。きっと誰かに呼び出されて押さえつけられて両手でぐわーっと首を絞められたんですね。六道さんの遺体には首を絞められた痕跡が残っていましたよね。モノドラファイルにもそう書いてあったよな。犯行時刻は深夜だったよね。でも六道ちゃんはなんで深夜に男子更衣室で殺されたんだい？急に体を動かしたくなって言ったらとかじゃないの。きっと誰かに呼び出されて押さえつけられて両手でぐわーっと首を絞められたんですね。それは違うよ。いいえ、サイジ君は素手で首を絞められて殺されたわけではないです。考察って両手で首をギュッとするんじゃないんですか？モノドラファイルにも記載されてる通り、サイジ君の首元には細い紐状のようなもので絞められた跡が残っていて、だから手で首を絞められたというのはないと思うんです。なるほど。確かに手が小さいと両手で首を絞めるのは大変ですしね。犯人は小柄な人間って決まったわけでもないと思うけど。だがよ、その細い紐状のようなってさ、男子更衣室には紐みたいなもん一つもなかったよな。あちこち調べたけどどこにもなかったよ。サイジ君の周りに凶器っぽいものはなかったってこと？それなら犯人はその紐のようなものをどこから見つけてきたっていうんだ？倉庫には縄みたいなものはあったけど大きくてとても太くて素人には使えそうにない代物だったわ。食堂とかにも麺類はあったけど紐みたいなものはなかったしな。うどんで首は絞められないよね。その発想ができるあなたが恐ろしいわよ。いいや、確かに各施設に首元の痕跡と一致するような細い紐のようなものは見当たらなかったけど、君たちは一度見たことがあるはずだよ。比較的最近にね。そうだよ、自室です。自室って私たちの部屋にロープとかあったっけ？いや、もう少し詳しく言えばそこで配られただね。はい。凶器セットのことか。凶器セット、先日モノドラからビデオと一緒に私たちに送られたものですよね。そうです。みんなもう一度凶器セットの内容を思い出してみてくれないでしょうか。凶器セットにはナイフとロープとハンマーと小瓶が入ってたよな。あ、このロープって。そう、凶器セットに入っていたこのロープならサイジ君に残されたこの痕跡と一致すると思います。細めで長さは目測だけど 1.5 メートル程度。首を絞めるには十分な長さだと思うな。私は捜査時間出入りできる全ての施設を調べて回ったけど、他の奴らが言うように六道の首元にあった痕跡と一致するようなロープはその凶器セットのロープだけだった。だから凶器はそのロープで確定だと思う。調べて回ったって
捜査時間内であんなに広い校内を調べたというのですか？何？別にありえないことは言ってないでしょ。私それなりに体力には自信があるけど、それでも操作をしながら全ての施設を回るってかなりすごいと思うよ。いつきさんってやるときはやるんだね。お世辞を語る暇があるなら議論を進めなよ。へえ、お世辞なんかじゃないのにな。それじゃあこれでサイジ君の死因と凶器の確認はできましたよね。そうだね。次も事件の振り返りをしようか。次に語るべきなのは事件現場についてかな。六道さんが死んでいた場所や状況についての再確認ですね。男子更衣室の捜査と見張りをしてたのは鮫島ちゃんと古賀ちゃんと轟ちゃんだったよね。ああ、捜査に乗じて証拠隠滅なんてされたらたまったもんじゃねえからな。けど俺がしっかり見張ってたからな。安心していいぜ。そうだな。それじゃあその3人に話してもらおうかな。何を見て何に気づいたか、もしあれば教えてほしいんだ。しゃあねえな。俺の言葉ありがたく聞くんだぜ。なんで馬くんはいつもそう上から目線なの？うるさい！常に上に立つのは強い肉食系だけなんだよ。馬さんはお肉として食べられる方じゃないのかな。なんとかやってあげるわ。六道は深夜に男子更衣室で殺されたんだよな。六道ちゃんは自分の意思で男子更衣室に行ったのかしら。それしかないんじゃないの？いや、もしかして誰かに呼び出されたりしたんじゃないのか。ありえる話だな。でもよ、男子更衣室に怪しいものはなかったぜ。それは違うよ。